皆さん、こんにちは。小永と申します。この動画は前回の LASR リーグスタートガイドの補完的な動画として作成しました。詳しいビルドガイドを見たい方は、前回の動画とこの動画を合わせてみて参考にしてください。前回作った動画は 3.19 実装前に作ったガイドなので、実際にやってみて苦労した方もいるのではないでしょうか。自分も実際にやってみて、アクネメがゲーロきつかったですね。この動画では3.20の新しい変更と3.19で自分が実際にやって感じた変更をもとに、バジェット帯の POB を新しく作りました。まずはざっくりと3.19と3.20での変更点を話していきましょう。端的に言うと3.20でも非常に強力なリーグスターターとなっています。3.19の最初の1週間を経験した方はわかるかもしれませんが、エッセンスのアークネメシスがもうほんと明文より難しいみたいな、そんなことはざらにありました。ですが、今回、アークネメシスは完全にナーフされて、相対的に全てのビルドがバフを受けた形になります。特に棒ビルドのようなクリアリングに優れたビルドはより一層強くなったと言えるでしょう。さらにはリワークされたユニーク、プリズムビーブなんかですね。であったり、6リンクのルートコンバージョンによって6リンクのルートエクスプロージョンみたいなことが起こって、よりね、強力な棒ベースであるスパイン棒の6リンクを早い段階からゲットできるようになって、ギアリングがより簡単になりました。じゃあ今までの POB にあった、ヒリサイヤであったり、ライオンアイズフォールはどうなるのとなるかもしれないですが、3.20ではユニークジュエルのドロップ率のナーフによってライオンアイズフォールジュエルが、低予算帯、バジェット帯で実質使用できなくなりました。じゃあ低予算ビルド、バジェットビルドは高くなったのかというと、実は、3.19より安くなりました。3.19のユニークドロップナーフによって強力なユニーク動態であるヒリサイヤの値段が 100C から 300C となり、ライオンアイズも実は10C、3.18だと 10C だったんですが、200C までリーグ初日2日目、ここまで高かったんですね。なので、そもそも想定の予算 200C ビルドと言っておきながら、ここのアイテムたちだけで想定予算の5倍になりました。これらのユニークは強力ですが、リーグスタート初日から買えない、もしくは買いたくないような値段になってしまいました。なので結果的にその 200C ビルドと言って出したわけですが、600C ぐらいになってしまいました。これを補う変更としてビルド全体でのライオンアイズフォールジュエル、低予算帯でのヒリサイヤの不使用という形を取りました。それでは変更されたバジェット POB を確認していきましょう。スキルの変更は特にないので、そのままツリーを見ていきましょう。レベル75の時点ですね。前回はここでライオンアイズフォールを使う予定だったんですが、使用できないので、このマークノードですね。マークマスタリーを取って、さらにポイントブランクも取っています。アーリーマッピングですね。序盤ではこのポイントブランクとこのアセンダンシーはこのチェインですね。リコシェイを取ってクリアリングのダメージを補っています。これコンフィグがファーショットこの70になって、ダメージ低いんですが、これ10に戻すとね、コンフィグここ10に戻すとちゃんとダメージ出ているので安心してください。この後、武器のアップグレードとともにだんだんとチェインサポートですね。ライトニングアローにチェインサポートをつけたり、ファーショットですね。ファーショットに変えると、どんどんとクリアリングが良くなっていきます。次にクラスターのセットアップですね。ライオンアイズのパワーを補うために、フレンジノードですね。フレンジを取って、ここもフレンジ取って、ノーマルのジュエルで、クリットマルチとライフですね。これを多く取っています。そしてラージクラスターもそうですね。フレンジチャージとクリットマルチ
のジュエルを取っています。武器は今、このスパイン棒を使っているんですが、前回使っていた一番弱い棒ですね。これと比べると、前回から約10%ほど、ライオンアイズ不使用の方ですね、10%ほどダメージが下がっています。次に変更した装備を見ていきましょう。前回と変わったところは、ウェポン、ボディアーマー、グラブ、ベルト、そして、一つのミディアムクラスターですね。ウェポンは先ほど話した通り、スパインボの6リンク。インペリアルボウと比べてベースのクリットチャンスが非常に高いので、ここは 8% 書いてあるんですね。で、このうちはベースは 6.3%、相当高くなっているので、ライオンアイズでもともと取っていたダガーのですね、ここら辺のクリットチャンスを補ってくれています。だいたい1日目にインペリアルボウ6リンク 80C ぐらいですね、を買って、2日目にこのスパインボウの6リンクを買えるようになるといいと思います。ボディは EV ベースで、特に何でもいいですね。グリードエッセンスにスペルサプレスがついて、マキシマムライフとマナのベイルドモッドがついています。ボディも 6L のルートコンバージョンで多く供給されると思うので、おそらく安く、早く買えると思います。ただ、ヒリサイヤと比べると、このイベージョンレート、そのイベージョンレートが2000ほど違うので、相当このイベージョンに関しては厳しくなるとは思うんですが、そこはご了承ください。グラブですね、シャドウズダスト。これはですね、ランページといって、敵をキルすればキルするほどバフがいっぱいもらえるというようなものになっているので、マッピングに非常に有用ですね。さらには、グローバルクリットチャンス、クリットマルチプライヤーであったり、スモーククラウド。これは敵のアキラシーを下げてくれるので、さらにイベージョンの効果が高まります。サプレスとレジが許すならば、できるだけ早く使いたいですね。序盤のマッピングの手助けになり、かつ非常に安いので強力なユニークとなっています。ベルトはリワークされたプリズムウィーブです。これ、インプリシットのインクリスフィジカルダメージ以外、すべて強いですね。このフラットダメージも非常に強力ですね。トリニティビルドにとっては非常に強力。オールエレメンタルレジスタンスも強い。で、エレメンタルダメージビズアタックも全部が強いので、これを使いましょう。ライフね、低くなっちゃうんですが、もう、正直エンドゲームもこれでいいくらいの強さだとは思います。最後に、ミディアムクラスターですが、前回の、低予算ではスパイン棒を想定していなかったので、クリットチャンスのミディアムクラスターを使っていたんですが、今回からスパイン棒を想定しているということで、クリットチャンスではなく、プロジェクタイルダメージのクラスターを使ってダメージを底上げしています。この POB は前回の低予算 POB より、実はダメージが10%ほど高くなっています。先ほど言った通り、3.1 キロはヒリスアイヤーとライオンアイズフォールが高かったので、実質 600C のビルドとなってしまいましたが、この POB で一番高いものって言ったら、このスパインボの6リンクなんですね。で、スパインボの6リンクがこの 600C より高くなることは全く考えられないので、前回より安く強くなったということが言えます。最後に、前回のビルドガイド、そしてこの動画を最後までご視聴ありがとうございます。リーグ中にこういった長い動画を作ることはできないので、前回のビルドガイドを参考に 3.19 をプレイした方には、ちょっと自分もね、1周目非常にきつかったので、本当に申し訳なく思っていました。3.20 の変更で、より楽しくね、LASR デザイがプレイできることを願っています。リーグ中のビルドの質問であったりは、Twitch で配信していますので、そちらに来てくれたら嬉しいです。それではまた。